はい、ちょっとコメントのはい。方なんですけども、取られるんじゃない、取らせるんだって言いながら、まあ、後ろ両手をされてるときに、右手の、まあ、右手というか、多分取られる、あ初めに取られる方に、指をこう、すぼめながら手を上げているように見えるのですが、どのような効果があるでしょうか。ただこの手の形、なんか気にするものかなというのもちょっとありまして。合気会計はあまり言わない。大東流さんだといわゆる朝顔の手とか、なんとかの手とかいっぱいあって、ちょっと取られる、取らせるっていうの、ちょっと話がずれるんですけども、後ろ両手取りの時に、すみません、自分よく覚えてるんですよ。何をしたかって言って、もうすでにこの時点で実は取らせてはいますけど、えっ、と、あのー手掌腱膜を使うっていうのをやってみたり、頭骨と尺骨のずらしをやってみたりしている時があるので、ひょっとしたらその時それをやったのかもしれないですね。ちょっと力を押さえていいですよ。これただ、これ今取られてる。取られてる上にこう握っているだけなんですよ。ここの、この針を作っていっている。説明力不足ですいません。この、こう、吸盤を作るような使い方をすると、なんかこっちに反応があるみたい。のと、そのダイレクトに、こう2本骨がありますので、今、尺骨があって頭骨があるんで、両方使っちゃうと抑えられるから、ここで尺骨に対して頭骨をよっこいしょって重ねてくると、まあ、反応がいいんでこんなことが起きるかもしれませんよ。いうと、その手の形に関して言えば、なんかそんなことをやったりしてますですね。なんかいろいろあると思います。朝顔の手とか、こう、なんだ、おちょこ、なんかぐいのみの手とか、おちょこの手とか、にゃんこの手とか、いろいろ、大統領さんじゃなくても、八甲流さんなんかに言われるかな。なんか、そういうのがあると思って。合気会系はあまり聞かないですよね。持たれたら晴れっていう。持たれたら晴れってやつですけど、ただ貼ってるだけじゃいまいち聞かないんで、あ、私は聞かせられないんで、ちょっとだけ、よいしょ。プラスアルファをしてますけど。そうですね。頭陰を切るとかいう先生も、あれは大統領か。陰を切るようにっていう先生も確か昔いらっしゃいましたですね。ちょっと忘れちゃったけど。はい、まあ、この手の形でちょっとやっぱりこの接点が違ってくるんですかね。相手の印象というか。昔その持たれたら手を張れって言われたのに、先輩に言われたのは、張ることで密着度が増すよって。で、それは鍛錬したら鍛錬した分だけ密着度が増すよと。こうグーで握るより、このグーで握るよりも張った方が密着度が増していくよってんで、持たれたらしっかり張ろうね。まあ、あと4キロ食らわないためにしっかり張っとけ、みたいな。密着度を増すために張れって。こう、これはやっぱやった分だけ3年なら3年、5年なら5年の成果があるから、張れって言われたことがありますけど、まあ、そこからさらにその形状を、さっきの、頭骨と尺骨をこうずらしていくとか、こっちに回していくとか、なんか、ここの使い方。なるほど。はい。いろいろ。まあ、いろいろ自分でもこう、やってみるといいかもしれない。そうですね。なんかいろいろあると思います。なんか古武術の先生、いろんなこう腕をこうされてる方もいらっしゃるかと思いますね。はい。今の件1件だけありまして、取られるのと取らせるっていうので、自分は取られた時に自分の体力をさばいて取られるのを解除しようと思ってたんですけど、中村先生がやられると、取られても取らせても同じ場所でやられてるんですよ。それはその中村さんの中で体の中でここで抑えられているのを外しているのか、それとも相手の重心をその時点で浮かせたりして取られるのを解除しているのかっていうのがちょっと気になりまして。その心理的な状況で取らせるということをやってるときには、初歩の段階としてはポジション取りが大事ですよね。
だけど、慣れてることはいいよ、ずらしていいよ。どこでやっても、そこ取ってるっていうのは、はい。あるけれど、でも普通言ってるのは、俺よく稽古で言ってるけど、お休みしてる、取られてからエンジンかける人が多すぎるから、ちゃんともう最低限礼をした時にはエンジンがかかって取らせてますよねっていう状態を、作ってくださいねっていうところかな。ちょっと質問の答えになってないよな。逆に、まあ、自分はエンジン遅くなって、ここでただ、単純にかかってなくて、さあやろうとしてもこれ取られてる状態っていうのを中野さん仮になったとしても、それすぐ返されるんですよね。特に。それは中野さんからなので何が起きてるのかっていう。今工房気づいてないけど、今俺の取らせを外したろ、今外れてるやろ、だから外れだからそこに修正してる。修正したのはどこを取ってるんですか、自分の。中心。今は中心。今、失礼します。これ何もない。今ないよね。この状態、そこの中心を取りましたよねって。これは、この動きが、これを自分前に出すイメージなんですか、今。さすがにこれが触れてなければ、目力だけでは動かないから、取らせる話が長くなるのは大丈夫ですかね。取られる、取らせるっていろんな解釈があると思うんですけど、一つには、ここに目標を出すわけじゃないですか。で、これ、木下さんが、人間物を取るのを無条件で勝手に計測して、なんだったら形状も、柔らかいもんだ、硬いもんだ、重そうだ、軽そうだって、予測して取るわけじゃないですか。今これ、木下さんの予測通りなわけじゃないですか。だから、木下さんは取れてるよねって。で、初歩的な段階としてもう一回いいですか？露骨にやると、こうやると予想と外れてるんだよね。で、結果的に崩れるよね。これでもいいよね。ちょっと、そうそう。だから闇雲に間合いを考えないで突っ込んでくる相手。だからいつもお前突っ込むなって俺が文句言ってるのはそこなんだけど、闇雲に突っ込んでくる相手なかなかそうも難しいところがあるんだけど、当然近づいてきて間合いを考えながら、この手を抑える。で、今、予想通りの場所に、予想通りの形態の手があったわけだから、今俺を抑えてるんですよね。で、もう一回ね。で、それをほんのちょっとずらしてあげるだけでも、予想が狂うから向こうちょっと崩れるよねっていうのがちょっと、個人的には一番わかりやすい説明だと思うんですけど、わかりにくいかな。で、露骨にやってしまうと当然もう向こうも今手の内喋ったし、わかるじゃん。取ろうとした瞬間わざとずれていいけん。そこだなって時にスッとずられる。今俺逆に取られたわけじゃん。でもそれも込みで計算してますよっていう。今度かわすことも込みで、かわしたらこっちだよっていうのも、そういう、だから、実は攻防をちょこっとやっているっていうか。こうじゃダメなんですね。取れば大丈夫と思ったらそこを噛むようになってますね。どうしてもみんなお手手大好きやけどじゃないけど、二人ともここ見てしまうんだけど、それはもう、取りたくもないけど、ね、おっさんの手なんか取りたくなくても稽古だから取れって言われたら取らなきゃしゃあないじゃん。だから、木下さんはここに限定されるわけじゃん。でも俺は、例えば、良くないけど、ここに、先生とか先輩にここに取れって言われたら取らざるを得んじゃんか。そんなとこ取るかと思っても、こんなとこ出されてもしゃあない、人間関係で取らなきゃいけない。受け身の人っていうのはどうしても拘束を受けてしまうじゃないですか。これ型だから。実際の試合になればその拘束がなくなるわけだけど。だからこちらが自らその拘束にはまる必要はないよねって。木下さん全体を見て、どこで好きなオーバーに逃げてかわしてやってもいいよ。木下さん全体の動きを見て、それに合わせてるから。結果的に、それが成立しているというか。全体を見る。そうそう。そう。すいません。わかりました。長くなっちゃった。